はい、皆さんこんにちは。鳥犬チャンネルです。模型ライフ楽しんでおられますでしょうか。さて、巷ではね RG のウィングゼロがなんか出るっていう話もあるんで、自分の昔作ってたものを引っ張り出したいかと思っております。作ったのはねレッドミラージュ作ったのとほぼ同じぐらいの時期で、ちょうどね病気の流行ってた時期で数年前になるんですけれど、放送当時はね一応このキットも買ってました。でその時ねサークル活動をちょっとやってましてね、模型のね2回目の時にウィングガンダムのプラモデルを並べてみようっていう企画がありまして、その時にねウィングゼロは私担当しなかったんですけど、いつかちょっと自分の納得するもの作りたいなと思って、結構年経ってからね作ってみたいものになります。はい、キットの方はねこのようにバード形態にもねしっかり変形するっていう優れものでした。展示会はねもう今はなくなってしまったんですけど、ロムガレージ店さんがねキャラクターものやってた時のお店でショーウィンドウの中でねやらせていただきまして、いろんな作品集まったんですけど、当時キット化されてなかったヘビーアームズ担当された方やサンドロック担当された方とかね、ちょっとその頃の写真もポロポロと出してきて、こんなもんですっていうのはちょっとお見せしてるんですけどね、こういうの持ち寄ったりしてました。もうねサークル活動の方はねもうしてないですし、どうしてもね個人で動いた方がね自分の方には合ってるっていう、どっちかいうとね動物占いでも狼って出る人なんで、ちょっとねあんまりこう集団の中では生きづらい人なのかもしれないです。はい、そしてね当時のねラインナップね、デスサイズとかねエピオンとかも横に載ったりしてます。そしてねこのキットのねちょっと弱点は足首かなと思います。作り方はね X でチェリノワさんっていう方かな、その人が結構うまく作ってたんで、それ参考にして取り入れながら私もやってみました。はい、それではまたねキットの方ばらしまして解説していきたいかと思いますけど、足の方ですけどね、ここがね肝なんですね。はい、こちら、これがねポリキャップのこのポリキャップ使うんですね。するとね結構可動範囲が広くなってね、変形する時も干渉がだいぶなくなります。このようにね取り付けてあげると割とね足首のこう硬く見えるところがいいようなバランスになってくるのと、長さもね調整できるんで短くて変っていうところが解消されるかと感じております。はい、そしてね足の裏のこうかかと当たるところもね可動化してますんでね、可動範囲で股関節ねこれ切り離してバラバラにしてふんどしパーツのちょい前ぐらいに出すようにしてあげました。そうするとマッチョ見えるんで、ここね膝関節がどうしても緩くなるんですね、4ミリの軸だと。でも後でまたねちょっと固めにするような仕様にまた戻したいかなとは思ってますけどね。はい、ふんどしの裏パーツもねこのようにねなんとなく作っております。はい、それでサイドアーマーの裏もプラパン貼ってね、なんとなくモールドを入れてあげました。はい、こんな感じでね作っております。で胸パーツのねここねもともとキットこういう風に開くんですけどね、ここ銀色でメッキコーティングされてるんですけど、メッキコーティングはねハイターで落としました。で肩のところもね関節技入れてあげて、ここのマシンガンライフルねちょっとくっついちゃってこうなってますけどね、可動化してここに取り付けるようにしてあげております。はい、お次は顔の方です。顔はねマスクの部分切り離して奥に詰めるだけでねぐんとかっこよくなりますんでね、そういう工作しております。はい、結構もともとモールドもねよく入ってて結構いいかと思います。首はね、バーニアパーツつけてあげました。ウェーブさんだったか寿さんだったかね、そのあたりのつけてます。はい、そして腕関節もね、バンダイの例のホールディングアームズですかね、ホールディングアームズでしたかね、あれつけてあげて、肩はネオジムで取り付け、肩パーツはそういう風に変えてます。で二の腕回るようにしてますね。ここ回るね、このラインつけるかどうかはねもう人それぞれですけどね、どうしても肘関節がねポリ軸そのままのだったんで、肩のパーツですね、肩ね割れ目どうしてもあるんでプラパンで置き換えて、はい、で内側もね見えないようにプラパン貼って作ってます。で内側のねサーベルの表現もあります。でここにねつけてあげます。HG はこんなですけどね、後でMG でねテレビ版っぽいのが出てはいますけどね、またちょっとあれもなんか違うらしいんで、
はい、どうしてもねこっちやりたいいう人はね参考になるとこあればいいかと。はい、でこちらね、はい、さっきのモールドを追加してあげました。で肩のここね、元のパーツだとこんなね蛍光色のポリキャップやったんで、寿さんのねプラのこういう関節のパーツ使いました。でここね、この翼ねちょっと短く見えるんで 3mm プラ棒でね伸ばしてあげました。分かりますでしょうか。先端部分でね 3mm のプラパンじゃないですね、プラ棒の角材貼ってあげて伸ばしてあげております。こんな感じでね伸ばすとねちょっとね見た目が変わるんでね、はい、もう昔ここをどう伸ばすかがねすっごく考えてて、どうしたらいいんだろうと思ってたんですけどね、こうすりゃなんとなく長く見えるわっていうのに気づいたところです。はい、この翼の部分ね、過渡期版とはもう全然違いますね。過渡期版出た時はね、ほんと過渡期さんすごく天才やなみたいな、天使の羽みたいなね、ああいうウイング表現になっておりました。はい、まあそこはね、当時は私もすごい思ったんですけどね、もう今見るとね、見飽きてしまった言ったら失礼かもしれないですけどね、なんかこっちの小柄さんのデザインの方になんとなく戻ってきましたね。はい。そしてね、あとね、次はね、はい、武器の方のツインライフルですね。ネオジムでね、ぺったりくっつくように改造しております。で、手の拳の方ですね。これ、バンダイさんが発売している、高い方の手のひらですね。あれの144分の1の方があったんで、100じゃなくて144分の1の方をつけるようにします。で、これね、グリップ2枚重ねにしてるんですけど、1枚にした方がね、入りますね。はい、後で1枚に戻してます。はい、お次はシールドなんですけどね、シールドこのようにね、はい、スライドして外れるんですけどね、元はこんな感じなんですけどね、なんかね、ちょっとね、ここの伸びるギミックはいいなと思います。144分の1はね、このギミックなかったんですけれどね、はい、そしてここね、はい、キットでは固定したやつやったんですけど、ここを動かすようにしてみました。はい、で変形した時のね留め具もこういう風にね動かすように、はい、改造してみました。ポリ軸入れてね動かすようにしてて、腕の取り付け部もこのようにポリ軸してます。はい、シールドをなんとかね取り付けてあげてて、はい、ライフルの方この1枚もののグリップにしてあげてつけてあげると、ほぼ安定してつくって感じですね。ただねやっぱねちょっと経年で関節軸もね緩くはなってきてますけどね。はい、お次はね変形させていきたいかなと思います。なんかねもう変形ガンプラの変形ってなんとなくねこの頃ワンパターンかなっていう感じはしてきてる感は拭えないんですけれど、当時はねゼータの無理な変形よりこっちの方がね確かにっていうところあったんですけどね。はい、でRG の方はね完全変形じゃなくて組み替えらしいんですけど、こっちは完全変形でもともとこんな変形はできたんですけれど、一応ここのね足首のこの軸ここを交換することでよりまたね足首の表現が見えるように改造してます。で膝関節ねこのように曲げるっていうのがこの頃のなんていうのかな、フォーマットって言ったらいい言葉なんかもしれないですけど、マンネリ化した変形のパターンの層になってるかなとは思いますね。辛口かもしれないです。はい。なんかこの変形見てるとね、私70年代のライディンとかね思い出すような足の変形に通ずるかなとは思います。はい、胴体もくるり回して首も内側。はい、で背中のとこちょっと外れちゃいましたけどね、ちょっと軸緩くなってるみたいです。このようにスライドしてウイングのとこを広げてあげます。はい、はめ直してあげます。こんな感じですね。そうそう、当時ねエンドレスワルツの方のウイングゼロカスタムの方は変形っていうのは見られんかったですけど、なんか年が経ってから結局変形機能もあるよみたいなのになったんですかね。なんかね変形してるのあるみたいですね。はい、このように羽を広げてあげます。はい、そしてシールドもねいじくってあげたやつですけれど、このようにライフルをくっつけてあげて背中のとこにはめ込みます。
はい、ライフルつけて、はい、ライフル付きシールドを背中に取り付ければこれで完成です。